はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミィです。音と波形と言葉で表現する MD ジャックチャンネル。今回のレビューは何？はい、今回のレビューは、ギークウォルド GK260 です。片側12機、合計24機。まさにタドラの極地と言える、土級のモデルですね。小さな筐体に精鋭のスペシャリストが隙間なく詰め込まれているみたい。全員が自分の持ち場をミリ単位でこなして一つの真実を暴こうとしている。そんな圧倒的な密度だよ。ギークウォルドの野心がこの小さな筐体に凝縮されて4つの異なる技術が重なり合う音響工学の到達点と言えるかな。前作の GK20 プロから大幅なドライバー数の増加で期待も高まるわ。お値段は3万円台。これだけのドライバーを搭載しているからふさわしい価格設定なのかな。内容を見たら決して高くはないんじゃない？そうですね。これまで積み上げてきた4子混合の物語が一つの完成形にたどり着いたような、そんな静かな深みを感じます。構成は片側ごとに2機の DD、4機の DA、2機の平面駆動、そして4機のピエゾ。特筆すべきは独自技術の 5way プレシジョンクロスオーバーね。24の音源をミリ単位の精度で配置し、位相を論理的に整合させてる。12個の個性が喧嘩せずに一つの音楽として完成されているんだね。そうね。全帯域にわたって歪みを抑え、原音を忠実に描き出す設計です。感度 112dB の高効率設計なので、ポータブルな再生環境でも進化を発揮します。低電力なソースでも24機のドライバーを鳴らし切るすごい技術力。筐体は高精度 3D プリントによる一体成形、シームレスで美しい質感です。深遠な宇宙を閉じ込めたようなフェイスプレート。ちょっと厚みは感じますが、装着感自体は普通にいいです。気になる場合は軸の短いイヤーチップで調整してもいいかもしれません。数万の耳型データを分析して導き出されたエルゴノミクスカスタム形状だね。これだけの物量を積みながら片側 6.5g は軽い方だと思う。音漏れは気にしなくていいレベルだったよ。バンドルケーブルは発信の単結晶動で妥協なし。伝送ロスを極限まで削っているよ。この1本の線にもギークウォルドの並々ならぬ執念が宿っている。信号の通り道が太く、音の鮮度を一切濁らせない設計。さて、サウンドチェックの比較モデルですけど、まずは GK20 プロですね。1万円台のタドラ価格破壊モデル。お値段ちょっと間違えてるっぽいやつね。ギークウォルドってそういう価格設定も魅力だからな。それからこれはワイヤレスだけどワイヤレスっぽくない音を出すギークフライ AR8。ギークウォルド、ギークフライで固めたってことでどうかな？いいんじゃん。何と比べるかは自由だもん。音調整の基準は GK260 でいいの？そう。じゃあ早速聞いてみましょう。ボリューム上がります。To see you again. I'm tripping out. I can feel my body fading away. How you feeling now? I'ma just be going like this way.はい、サウンドチェックでした。今回、この辺が似たカーブになってますけど、それ以外は全然性格の違うモデルの比較だったってことですね。だから、音の違いもはっきりしていました。GK20 プロは広域がきつく感じなかった？そうだね。実機だと繊細さを感じるんだけど、音調整基準を GK260 にしてるから差分が大きすぎて刺さる感じに聞こえちゃったね。これでも基準となる音調整の影響を今回は 65% にして、取りっぱなし成分も 35% 入れてるんだよ。
ちょっと難しいお話ですが、要はいつもほど調整していないってことですね。そうなるね。あと、収録中の波形なんだけど、GK20 プロだけギザギザが多く見えるでしょ。こういうのがボーカルの刺さる感じのとこなんだわ。なるほど。普段あんまり見たことないけど、音質が違うとこんなに波形に影響出るのか。GK260 と AR8 はまあまあ似た音だったから波形も似た感じになってるんだね。イヤーチップの比較、まずバンドル3種とベルベットですが、9キロ過ぎのばらつき以外はあんまり違いは見られないです。その他のイヤーチップも混ぜるとざっくり3通りぐらいに分けられるかな。ここの立ち上がりが早い2種、ピークが8キロ過ぎにある2種、そしてその他5種、みたいな感じ。GK260 の特性から判断すると、ここの立ち上がりが早い2種が合ってるかな。4から6キロあたりがあんまり落ちない方がいい感じに思えた。さて、GK260 実機視聴の印象なんだけど、ご覧の通り、ベースヘッドだった。ここからはちょっと脱線しながら進めるけど、以前 GK260 のプロトタイプを送ってもらってて、その時は結構いいバランスで聴けたんだ。波形比較するとこんな感じ。製品版は低域を強調するチューニングになったんだね。それから 1.2 キロあたりのピークね。こういうとこが盛られてるのってあんまり見たことない。ほんと、ちょっと変わったカーブですね。ジャックさん、あのモデルたちとも比較してみましょうよ。ああれね。パンチオーディオマルティロとポルターゾ、あと G ガートアレテ2だね。やっぱり低域は似た出方ですね。しかも 400Hz 以下がかなりの盛られ方に見えます。そして2キロ以上 5.5 キロぐらいまでが抑えられ気味。そう。だから最初の主張ではいまいち抜けてこないなという風に感じた。比較した他モデルではそれなりに高域も出してるからバランスいいんだけどな。4種のドライバーが片側12基あるんで低域を含め厚みは感じるんだけど、この時点ではこのまま聞くにはちょっと上の帯域が足りないかなって思った。圧倒的な低域、ベースヘッド御用達って感じなのは間違いないけどね。とりあえず自分の好きなバランスを探りたくて、低域を抑えるか高域持ち上げてみるかの選択で結局両方試してみた。高域を盛ると結構過激な出音で厚みと鋭さがあってなかなかいい。低域を削る方が楽で1箇所落とすだけで想像以上にバランスが整ってきた。高域も調整前よりはしっかり聞こえてくる。それからこの山がどのぐらい影響しているかを把握するためにここを避けてみたんですよね。そう、やっぱり厚みの正体の一つはここ。ボーカルに結構影響してた。落とすと普段聴いてるようなすっきりした感じになる。ここの山は好き嫌いが分かれそうなところ。そうこうしているうちに耳が慣れてきたのか、ドライバーが馴染んできたのか、これまでよりは高域が出てきているように感じた。なので EQ 調整なしで聞いた印象になるけど、低域はさっきも触れた通りかなり強烈。そこから中域にかけてもあまり抑えていないので厚みが半端ない。もちろん低域寄りのバランスではあるけど、このカーブの割に高域も結構シャープに聞こえてくる。今のところ繊細さよりパワフルさの方が圧倒的に優位な性格だけど、もっと時間をかけて音出ししていけばまた違った顔を見せてくれそうな気がする。動画制作スケジュールが過密だからなかなかそこまで追い切れないけど、十分に音出しした結果も改めて触れたいよね。そうだね。今のところベースヘッドな方におすすめということでいいですか？そうだね。それとギークワールドのファンの方にももちろんおすすめだね。はい、ということでギークワールド GK260 のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。